科学者たちは見つけにくいことで有名なある動物を求めて何年もモンタナ州の人里離れた森を見張り続けていました。隠しカメラでは決定的な証拠を見つけられず、専門家でさえもその動物の足跡を特定できません。しかしここ数十年の間に研究者たちは最も見つけにくい種類の動物でさえも見つけられる手法を開発しました。2018年に科学者たちは雪にはっきりと残る足跡からサンプルを取りました。検査で出た最終的な結果は、カナダオオヤマネコはその地域に本当にいたのです。見てもいないヤマネコがそこにいたとする科学者の根拠は、環境 DNA、別名 eDNA です。DNA メタバーコーディングという技術を使って、その環境からサンプルを取得し、どんな生命体がいるか、そこを最近通過したかを知ることができます。世界は DNA で覆われています。至るところにあります。地上にも海の底にも雪の上にも、多細胞生物は常に細胞を落としています。しかし最近まで eDNA はあまり役に立ちませんでした。従来の科学技術では複数の種が混じった遺伝子素材を含む環境のサンプルを解析できませんでした。しかし DNA メタバーコーディングなら可能です。 DNA は環境にさらされた途端分解し始めます。例えば海で DNA が分解せずにいられるのはほんの数日です。いろんな場面で eDNA は直近のことを調べるのに有効です。DNA メタバーコーディングの工程は、環境のサンプルから始まり、土壌の中心部、小瓶の水、糞、捕虫器、ヒルの胃から取った血といったサンプルです。研究者はサンプルを混ぜ合わせて DNA を解き放す酵素を使い、細胞タンパク質を破壊して、酵素が DNA から不純物を取り除きます。するとサンプル中のすべての DNA が入ったスープができます。科学者はこのスープに人工的な DNA 差のユニバーサルプライマーを使い、ポリメラーゼ連鎖反応 PCR を起こします。このプライマーは種に共通する類似の DNA 配列と結合し、遺伝子バーコードを増幅します。高速シークエンシングで数百万個の DNA 編の遺伝子情報を同時に読み取ります。最後に読み取った遺伝子情報を参照データベースと照合して、どんな種類の種が存在するか、または新しい種を発見したかを特定します。これで過去10年間に数万の種を発見しました。 DNA メタバーコーディングは、カナダオオヤマネコのような見つけにくい動物を検知できたり、侵略的な種の特定にも役立ちます。ヨセミテでは eDNA により侵略種のウシガエルを突き止め駆除しました。このウシガエルの痕跡がなくなると、研究者は50年近くこの地域で途絶えていた絶滅危惧の在来種カリフォルニアアカアシガエルを再生させました。同様に DNA メタバーコーディングは生物多様性の監視に役立ちます。例えば従来の方法では1ヘクタールの熱帯雨林にいるすべての昆虫の分類には数十年かかります。しかし捕虫器に残る DNA を使えば結果が出るのは数ヶ月です。ある研究で中国雲南省の隣り合う森林と農場の昆虫を比較し、農園の多様性が低いだけでなく、森林破壊の影響が昆虫の種類により異なると分かりました。森林が伐採された農園ではオサムシが減少する一方でバッタが繁殖しました。 eDNA を使うと複雑な生態系の相互作用を調査できます。花に集まる数千の虫の監視は不可能ですが、その代わり花や虫に残る DNA を分析し、受粉のネットワークを割り出せます。この技術ができる以前は夜の受粉がどのくらい行われているか不明確でした。観察できないからです。今では蛾が夜行性の受粉媒介者であると分かりました。eDNA で遠い過去の絶滅種のことさえ分かります。低温、乾燥、低酸素は遺伝子物質の保存には理想の条件です。北極の永久粘土層を深く掘って科学者が見つけた5万年前の DNA は、マンモスの胃の中で見つかった栄養豊富な植物と一致しました。
また最後の氷河期に北極の草原の栄養が乏しい草がマンモスの減少に関係している可能性も eDNA によって突き止めました。新たな気候変動に直面する現在、今回は人間の活動が原因ですが、急速に変化する地球の生物多様性への理解がその保護に努めて重要です。幸い eDNA とメタバーコーディングは急速な変化を即時に記録する手段となります。チャンネル登録をお願いします。そこに新しい学習のチャンスがあります。